こんにちは、MD ジャックです。こんにちは、アイです。今回はサウンドピーツのニューモデル H2 のレビューです。H1 との比較もちょこちょこ交えながらお送りします。それにしてもこのところ TWS が続きますね。そうだね、まだ結構あるよ。そうなんですか。じゃあどんどんやっていきましょう。さて、まずは H1 との相違点がこんな感じなんですが、なんかスペックダウンしてる部分もあるんだよね。開発担当者はこんな思いなのかなと妄想してみたよ。はい、スタート。音質重視した結果、機能をいろいろ削ることになっちゃって大丈夫かな？売れるかな？ H1 の時からだけど、まずアクティブノイズキャンセリングは非搭載。ノイキャンのオンオフでの音質変化は必ずあるから載せるのをやめたんだ。フラッグシップモデルは音優先にして、あとはどんどん削ぎ落とした。ワイヤレス充電も防水機能も音質には関係ないから。本体稼働時間まで短くなっちゃってるじゃん。そこは本体を軽くして装着感を上げるためだよ。実際5時間ぶっ通しで音楽聴くのは耳に良くないから、耳を休ませついでにちょっと充電すれば稼働時間は伸びるから、マルチ機能モデルが欲しかったら別モデルを選べばいいじゃんと割り切ったのさ。それが分かる人だけ買ってくれればいいよ。強気だね。まあね、こういうモデルがあってもいいんじゃねってこと。その分音には自信あるよ。なんていう会話があったかどうかは分かりませんが、なんとなくそんな風に思いました。 H1 の時点でかなりいい仕上がりだったんじゃないんですか？H1 はなかなかいいよ。やっぱフラッグシップモデルだなと思ったね。サウンドステージの広さとダイナミクス表現が豊かなのが印象に残っている。アプト X アダプティブの恩恵もあると思う。 H2 はさらにいいんですか？いいね。詳しくは後半で話すけど、最初に聞いた時奥行きのある質感がすぐに分かったよ。今回もノールズの D8、H1 の 8.6mm から 8mm に変更になったダイナミックドライバーのダイヤフラムにはバイオセルロース素材が使われているね。サウンドピーツのトゥルーカプセルやブロンの BL01 もバイオセルロース素材だったかな。振動板素材としてちょこちょこ見かけるね。合成が高く軽いのが特徴。チューニングの傾向の変化が個人的にはかなり気に入ったね。音質にこだわるってことで引き続きアプト X アダプティブ対応でよかった。そうなんですね。聞きたくなってきましたよ。後で聞かせてください。充電ケースは丸っこくて小さくなりましたね。これは良い感じです。マットな質感が多い中ツルツルしてますよ。高級感を演出するような感じではないですけどね。音質以外はなるべく削ぎ落とした結果がここにも出ているようですね。本体はうどん型になって軽くなりました。ノズル部が楕円で心配ですが、リア機交換はそれなりに可能で、今のところそんなに気になりません。装着感は久々にミミーちゃんに登場してもらいましょう。ミミーちゃん。はいはい。最近呼んでくれないからクビになったんだと思ってたよ。そんなことないない。よろしくね。じゃあ早速、うどん型はドライバー部とアンテナ系の部分が分かれてる分、この部分が小さいよね。だから H1 のように自公開部分にぴったり収まる感じじゃないから、ホールド感が足りないって思うんだ。それは物理的にしょうがないから、このタイプがダメな方には無理にはお勧めしません。でも、イヤピサイズを合わせることで、ほぼ気にならないと思います。ジャックさんはどう？ラディウスのディープマウント S サイズをつけて外を歩いてみたけど、ブレることもなくしっかりホールドされてたよ。充電ケースにはギリギリ収まるぐらいだけど、ちょっと無理してる感じだったのでおすすめはできないかな。アンテナ部が肌に触れてたけど、それもすぐ気にならなくなった。装着疲れっていうのはうどん型の方が少ないのかもね。やっぱりね、慣れも必要だし、フィットさせる工夫をあれこれ考えて使っていくうちに、いい答えが出るんだろうね。はい、ミミーちゃんありがとう。遅延はこんな感じです。サウンドピーツのゲームモードは強いですね。両モデルとも75から90ミリセックぐらいで収まっています。ノーマルモードでは250ミリセックぐらいの遅延ですので、遅延が気になる場合はゲームモードですね。切り替えは左耳3タップです。では音質比較動画です。音量にご注意ください。There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's falling like the rivers by day. You'll never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock. Come sing it. I'm still alive.
H2 の方がちょっと明るめな音だったかな。ではまず H2 単体波形から見てみましょう。全体としては弱ドンシャリ系の波形に見えるね。聞いた感じの通りで少し低域が強調されている気がする。EQ 補正するとしたらこの辺を少し絞ってタイトにするかな。低域が強めな割にはバランスよく聞けちゃいましたけど。ポイント1、このラインがこうなってなくて 150Hz ぐらいまで割と水平に落ちたままなので、もわっとした質感ではなく 100Hz 以下中心に構成された感じだから他の帯域にあまり被ってこないのかも。ポイント2、この帯域は特別減衰していないので聞きにくいってこともない。2kHz から 7kHz 付近までのカーブはよく見る傾向だけど、後で波形を重ねる H1 と比べるとその個性がわかるはず。小域はよく聞こえましたけど、刺さったり痛かったりという感じはしませんでした。ポイント3、10kHz 以上に1ピークあるおかげでシンバルの広域が定位的に上から来るように感じたり、少し離れた左右から聞こえてくるのでサウンドステージが広いと感じる要因になってるんだよね。この波形の感じはピエゾドライバー搭載モデルなんかでよく見かけた気がする。 BA が想像以上に上の帯域に絞ってチューニングされていて、ダイナミックドライバーの守備範囲が広いのかも。では H1 の波形を重ねましょう。ポイント1、以前から感じてたけど実は H1 の方が低域が若干強かった。なので他の帯域にちょっと被る傾向かなと。ポイント2、やっぱりここかな。 H2 の低域は H1 に比べればタイト。逆に H1 はこの帯域が結構落ちていて H2 はそんなに落ちてない。だから H2 のサウンドキャラクターの方が明るめに感じる。 H1 はちょっとここが少ない分すっきりはしているけどバランス的にはちょっと低域より。ポイント3、10kHz 以上の特性はほぼ同じなので超広域に強く余韻系の再現は得意。ジャックさん流の良い音ってどんな感じですか？バランスが良いと感じられること、そして音が空気感と一緒に伝わってくるように感じられることかな。空気感についてはソニー WF1000X M4 でクラシックのハイレゾ音源を聞いた時に感じたけど、同じような質感を H1 からも H2 からも近いレベルで感じたよ。1000X M4 とは特性が違うし LDAC 対応以前に 1000X M4 の音の出方には不思議なものを感じるので、価格から考えても比べるのはかわいそうだけど、3分の1ほどの価格でこの質感ならば H1 も H2 もかなり頑張っていると思う。音が空気感と一緒に伝わってくるということは情報量が多く低位感とか分離に関してもほぼ揃ってると思うんだよ。10kHz 以上の1ピークも効いていてサウンドステージを広げてくれるおかげで聞きやすくなっているし、 1000X M4 に比べドンシャリ感はあるけどこの程度なら心地よいし、自分の好きなジャズ系にはかなりハマるな。そういう判断で良い音って思ったんですね。後で今の言葉を思い出しながら聞いてみます。H1 がとても気に入っている方は H2 は買わなくてもいいと思いますが、少しタイトで明るいキャラクターの H2 を聞いてみたければどうぞという感じです。音質を重視したっていうことには納得できますね。 TWS にノイキャンやアプリコントロールを求めず1万円以下で音質がいいのが欲しいならこれはありです。ただ外を歩いていてバスや車が通るとそれなりに外音が聞こえますから、家でワイヤレスでちょっといい音で聞きたいっていうシチュエーション向きかも。ドラマ視聴時も低遅延のゲームモードがあるので問題なく、セリフも刺さらず好印象でした。 H2 でもっと色々な曲を聴いてみたいなと思わせてくれます。あ、こんな褒めてもサウンドピーチさんから何かもらえるわけではないですよ。気になってたので発売日に買ってしまいましたが、これはいい買い物でした。個人的な質感の好みもあり、ちょっと表現がいつもよりオーバーかもしれませんが、サウンドピーツ H2 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。